ここに今、4種類、ロッドとリールのセットでこれでずっと並べてますけども、これが今昭和ジギングで使ってるだいたいクラス分けです。まずこれがミディアム、いわゆる M ですね。でここが H、 これが HH で、一番そちらがトリプル H というだいたい、メーカーさんによって違うんですけども、皆さんの意識としてだいたいこの区分でなってると思ってもらったらいいと思います。これはだいたい使うラインは PE の1号から3号メイン、だいたいそれぐらいで、僕は2号メインで使ってます。で、リールはセルテートの HD4000SH です。ちょうどシマノさんで言えば4000番5000番ぐらいのクラスのリールをメインに使っていただく形で、ルアーは使用ルアーはだいたいシーバスルアーにちょっと毛の生えたようなところから、青門のハードなところに入るか入らへんかという 20g から 60g、80g までいくかなという、そういうラインをシーバスルアーと同じものも使えるし、青物ルアーのちょっと小さめのものも使えるしというところで、ジグはだいたいやっぱり 60g までの小さめのジグなんかで遊ぶようなクラスです。次に H クラスです。ラインはだいたい PE の3号4号5号というところあたりをだいたい標準的に使うようなクラスで、リールはこれは8000番ですね。シマノさんでもダイバさんでも今、同じ数字になってきましたんで、だいたい8000番台あたりをよく使うことが多い、クラスですね。ルアーはそれもメーカーさんによって違いますけども、4050、下でもやっぱり4050g から上がプラグで 100g をちょっと超えるかどうかあたりまで使う、ちょっと無理してでも使うという、そういうクラスですね。このクラスが、平正のメーターぐらいの平正やら、メーターあたりまでのブリなんかに使ってもらうには一番多分疲れも少なくて使いやすいクラスになってくると思います。次がこの HH クラスですね。ラインは PE4 号5号6号、太いラインを使う方やったら8号まで使うような方なんかもいます。だいたい今僕がこれつけてるのが、ステラの14000つけてます。だいたいこの14000クラスのリールで、ルアーはこれもね、実際この H とあんまりその魚のベイトの大きさに合わせてくるからあまり変わりませんが、上は 200g 地高までジグにしろ、150g とかそんなあたりまで使えるクラスですね。対象魚は10キロを超えた平正、場合によったらこのまま20キロぐらいの平正も、相手にできるというクラスですね。まあかなりこの中でこのクラスで、40キロ50キロの魚にトライする人もいてるというクラスです。それとその上ですね、トリプル H です。これは各メーカーさんによって強さがちょっとバラバラになってきてるんですけども、だいたいメインラインを PE8 号10号あたりを使って、リールはシマノさんでいう2万番クラス、取る魚は GT、ツナとか、とにかく大物モンスタークラスを狙うクラスです。ルアーは、この中でもまあ 180g、200g ぐらいのプラグが、そのまま楽勝で投げれるのもどんどんあります。だいたいこの辺のルアーはそんなに大きさ使う使用ルアーには差はありません。ただ GT をやるという時になったら GT ではかなりヘビーウェイトなものも使うようなことも海外ではとにかくかなり多いようなクラスです。はい、今この4クラス MH、HH、トリプル H の一般的な、区分というかクラス分けを説明しました。ただミュートスシリーズ、ソニオとかアキュラに関してはそれを崩したシリーズです。要は、ソニオでちょっと言うてみると、ソニオは下はシーバスロッドぐらいの 10g からノリを感じて投げれるのに 100g を超えたジグもフルキャストできます。このまた H なんですけども、逆に H となると下はソニオと被るぐらい、逆に
ソニオので専用にそこで置いてるそんな軽い小さなルアーもノリを感じ入れながら、上は 200g、 僕が使ってる分では 200g この H でできます。次はこの HH ですけども、下は、30g のルアーを、ノリを感じて投げることができます。けど上はこのトリプル H でしか使えないようなルアー、ジグでも 200g を超えるようなジグなんかもフルキャストできます。トリプル H はその上ですね。これも HH か場合によったら H にかぶるぐらいのところから 4H を超えるぐらいのところまで、賄えるような形で、作ってます。魚が大きくなっていってもその青物が食べてるベイトの大きさは同じやったりするんやね。魚が大きくなったからルアーが大きくなるというわけじゃないということ。なんでねこのクラス分けの話をしたか言うたら、結局全部そういうバランスタックルというものがあるということ。硬いロッドで細いラインを使ってもこのフレキシブルさがあるから細いラインを守れる。フッキングの時も切れない。これで PE の1号とかを下手に使うと今度はフッキングだけでメインラインがバシッと切れたりするということ。結局全部の中でこのバランス、使用ライン、リーダー、結束金具、それとフックの線形、全てバランスが必要ということやね。このバランスが崩れたら、全然上がるはずのものが上がらなくなったりしてしまうということ。ドラグ設定も本当は、その強さ、破断強度の3分の1にするということ。P ラインは特に、ショックポンとショックがあった時に弱いんで、それと伸びがないので余計ドラグはそこの中で硬かったらラインに負担がかかりやすいんで、初めは緩くしておくということ。そのために、大体が3分の1というところですね。そういうことをそのドラグ設定も考えてもらいながら各、このバランスに応じた形で使っていただきたいという